私はカニがいるところを知っています。でも卵離してるの確定なんでもう行きます。これはここです。ここにいるのを確認してます。この筋、今までわざとやりませんでした。あんまりカニを散らしたくなかったです。よく入る網に変わってます。網もただ昨日自分休んでるんですよね。昨日他の漁師さんたちがやってたらいないかもしれません。誰も気づいてなかったら取れるはずです。今日はもう今から干潮上り潮なんで、潮こっちに流れますんで、カニの潮ですから最初から来ました。2時間前19時2分が干潮ですけど、2時間前に潮開始しますので、17時には潮とろんでます。今18時16分、もう上り潮行ってます。あとはクラゲがどうかですね。クラゲがなかってくれればいいですけどね、1日。おお、来ましたね、こっちです。早速来ました。離してる。おお、来た。ちょっとイカを先に行ってきます。おお、綺麗。いきなり3つ。これなんかかなりでかいですね。オレンジです。2番号。さっきの東進線からこのソワの間を往復しています。いなくなったらまあ筋変えて丘入ったり沖行ったりしてうろうろしてみましょう。ちょっとガスが晴れました。1番目は上り返しなんでいると思いました。今も上り返しです。期待できると思います。この貝の中身初めて見ました。いつも殻ばっかりなんですよ。鉛筆みたいな先が尖ってる貝ですけど、新ドンかな。おお、初めて見ましたね。おお、卵持ってる。牡蠣みたいですね。まあでもこれでおるから OK。ちょっともっと綱の速くいけませんね。600あるかな。こっちは600からです。来た来た。あーでもこれはなさそう。今日潮小さいんでワイヤーちょっと締めてるんですけど、思ったよりかなり軽くきますね。ちょっと長めにしないといけません。これはちょっと急いでやってますけど、ずーっと入るわけじゃないんで、もう上り返しと上り行き出したその潮でなんとか勝負を決めておきたいです。先に潮のとこだけ入るだけなんでところです。今度はちゃんと袋がもっこりしてますけど、クラゲかもしれません。クラゲ下の方に映ってるんで、
おお、完璧。これはもうおとついぐらいには話してるでしょ。ちら、おお、これももうほぼ完璧。 OK。 ちょっとまだいい時間が続いてるようなんで、ここでカニを狙いたいと思いますけど、切れたらね、もう一箇所ちょっと思い当たる場所があるんで。おお、いつの間にモンゴ気づかなかった。そのもう一箇所の方へもカニが切れたら行ってみたいと思います。あれ、ハモもう一匹おったと思ったんですけどね。まあいっか。ちょっと筋替え。この筋は西貝のちっちゃいのがたくさん湧いてるんですよね。ほら、おらんな、なんも。ああ、いい潮の時間が終わったかな。エビぐらいですね、今。終わったかな、いい時間が。ではちょっと他のところへ移動してみます。とりあえず一旦こっちの小川の際まで行って丘に入ります。クラゲがちょっと怪しいですけど、ちょっとクラゲっぽいです。そしてなんとかあれを助けてあげたい。ようこの間入ったな。取り出すのが大変。これ横まで送らないといけない。これはもう今日のベストキャッチ確定でしょう。めっちゃんこいい網でしたね。こっちも素晴らしいし、ちなみにチヌはですね、一番最初から自分の動画見てくださってる人はもうほぼリリースしてた、自分がほぼリリースしてたのを知ってくださってると思うんですけど、最近は全部拾ってるからなんでかなと思ってるかもしれませんが、競りにかけてもあんまり取りすぎても安くなるんで意味ないから最初リリースしたんですけど、組合の子がねめっちゃ頑張って売り先見つけてくれたんで、キロいくらで組合が取ってくれます。ですからね、もういればいるだけめっちゃ助かってます。かなり良かったんで U ターンではもう多分いないでしょう。もうそれがいつものパターンです。寄島の港もうすぐそこです。今回はでも少ない。ダメか。すぐのみか。まあいい網が一番で回ってくれればそれでいいんですけど、こちらはクラゲか。お、2つ？1つ？こちらはクラゲ1つ？どこ行った？取りました。おー、なんか黄色のまま離してますね。これこんなん大丈夫なんかな。売れてないようなけど、なんかもう一個見えたような気がしたんですけど、どっち行くか。気のせいですか。出した方がいいかもしれませんね。ちょっと一旦寄島を極めまして、ちょっと倉敷の方へ行ってみたいと思います。これがもう登る潮ラストかな。もう潮の開始なんで下り潮になります。来たら広がる。お、でかはもでかい。買いましたね。イカはちょっと大事。ちっちゃくても大事です。さあ、やった。今日も上がれたら
ごいか。今日3つ目でもまあいいんで、もう一回この辺うろうろしていきます。おお、3名出たとイカが良かったです。本当にこれはちょっとカニの時間が終わったかなって感じですね。ちょっと他のものをやってみましょう。最後にまた上りになるんで、そこでもう一度カニ狙ってよりしまを切ってみましょうかね。あれはダメでしょう。おお、ヒラメ。今日場所変えてよかったっす。ラッキー。先によいしょ。今日4つ目っす。あらま、大雨手まで全然切るかも。おお、ヒラメダブル。おお、カニすごい。カニ狙いをやめて魚狙いにしたんですけど、魚とカニ両方取れました。素晴らしすぎる。ヒラメダブルに、よいしょ。うわ、ヒラメダブルにカニにイカもいるし、これはちょっとほんとすごいな。あとイカおらずか。ちょっとびっくり。作戦大成功ですね。ヒラメを持っていきましょう。よいしょ。もう1匹出てきました。1番2つ、ヒラメ2つに魚狙いにちょっと神へ行ってみましょう。いつものとこです。をずっと見てたらナマコがカニに見えてしまう。最近このイタボが死んだ後の殻がちょっと本当重たくて邪魔ということに気づいてきました。ハモだけかと思ったらしっかりおるし、でも一つは台湾でした。今日も順調に生けすが満帆になってきてます。おー、精巻きが早っ。おかずにしましょう。あ、いや、それにしても早い。まだ動画もあんまり見えないのに精巻きが。来てます。背中も来てます。この調子だと最後の登り返しやる必要なく帰れるかもしれません。うわ、でっかー。待って、めっちゃんこでかい。一度フライパンが当たることは実は珍しくないんですって言ったことがあるんですけど、その通りです。ほんとフライパンでしょっちゅう当たるんですよね。イカイカにしても
もでっけえ。肉厚、これはうまいでしょうね。煮付けにしたら息がいいと、もうくるっとひっくり返してくるっとこう反っちゃって食べにくいです。息がいいと。これは600ないな。朝3時です。4時まで漕げば上り返しをちょっとだけかじれるんですけど、もう今日は十分なので寄島に向けて帰りたいと思います。最後はクラゲかな。よいしょ。おお、ダブルきた。ラストヒラメダブルで帰りたいと思います。実はこの前の一番もヒラメ来てるんですよね。一つカメラ回してませんでしたけど、だから今日はヒラメ6かな、5だと思います。では港に帰ります。お疲れ様でした。よいしょ。ヒラメは多分6かな。やっぱりみんながあんま行ってないと嬉しかったなんて。あとモンゴーが何本か分からんけど5か6。今はおよそ120キロ。イカに手長だこに何やかんやおりました。でメインはこれです。よ何だ。話してましたね、今日こそ。やったね。やりました。でもやっぱ残念ながらちょっと2匹死んじゃったんですよね。出てない。やっぱこう話すって相当力がいるんだろうな。こう話した後もヘロヘロじゃったわ。まあちょっと雨が降ってるんで早めに行けと行きたいと思います。ベイカマダコがありますね。なんとベイカは毎日サラダです。じゃん、セイマキと呼んでますけど、多分足赤とか赤足って呼ばれてる方が多いと思います。早いですね、出てくるのが。まだ5月の終わりですけど、今日は2匹いたんですけどもおかずにしました。岡山中央市場の中貝さんたちがこれと車エビを食べ比べたら、これと車エビを食べ比べた結果、なんとこのセイマキの方に軍配が上がったそうですね。ただ自分は車エビの方がやっぱ好きですね。理由はセイマキはちょっと脂っこいからです。すごいもう脂なんですよね。もうあっさりが好きな自分はちょっとこの脂が苦手ですね。この脂のおかげでちょっと新鮮でも匂いも感じます。まあただうまいに決まってますけどね。ご視聴ありがとうございました。